こんにちは、まずくです。今回は久々に動物の部屋ではない 6×6 レイアウトをやっていこうかと思います。前にバスルームとキッチンをやったことがあるので、今回は寝室のレイアウトを4つやっていきます。よければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。では1部屋目のテーマは、意外と今までやってこなかった北欧風で作っていこうかなと思います。で、さらにその北欧風に加えてレトロなテイストも入れていこうかなと思います。まず壁床を決めていくんですけど、北欧のレイアウトってあったかみのある雰囲気が多い気がするので、床はラタンの床にして、壁はシンプルにモノコクタイルの壁にして、アクセントウォールに黄色いペイントウォールを使って色を入れます。で、玄関はコンクリート、明かりは温かみのあるライトで少し暗めで、さらにいつも配信でもやっているカーテン閉め暗さにします。カーテン閉めるんだったら窓なしでもいいんじゃないと思うかもなんですけど、窓なしにすると同じ明かりでもなんか閉鎖的に感じるので、カーテンを閉めて使います。ではここから間取りを決めていきます。一部屋全体が寝室なんですけど、一部屋目はベッドだけじゃなくてちょっとくつろぐスペースだったりだとか収納とかも取り入れて作っていこうかなと思います。なので間取りは柱を使ってお部屋の中にまた小さなお部屋を作ります。はい、こんな感じで手前の L 字の空間と奥に長方形の小さなスペースが作れました。なのでまずはこの奥から作っていきます。この小さなスペースにベッドを置こうかなと思うので、柱の間にカウンターを置きます。で、その前に木製のダブルベッドを置きます。で、今回北欧っぽさを出すためにベッドの布団にあさみちゃんからもらえるパターンの柄を入れてみました。一箇所柄を入れて壁も色を取り入れることで、他にまだ全然家具を置いてないんですけど、北欧っぽくなってきたかなと思います。では次はベッドの横の空間を埋めていきます。ちょうどここに1マス分開けたので、ここには木製ウォールパーテーションを置いて、さらにその手前にシンプルなソファーを置いて、もっとくつろげるようにしておきます。で、壁にはまず時計とベッドの頭の方から光が入るようにマイデザインのブラインドを使ったチックウォールステッカーを貼っておきます。で、壁の一番上にはエアコンを配置しておきます。で、割ともうこの空間は物足りるんですけど、1個だけ小物を置いてもいいかなと思うので、仕切りカウンターの片側に寝る前に読む本を置いておきます。で、次は天井にシーリングファンを飾って、奥の小さな空間は完成です。はい、こんな感じになりました。このあったかみのある北欧の中に最初にも言ってたレトロっぽさが足されているかなと思います。では次は周りを埋めていきます。まず寝室には服がしまってあるチェストがあるイメージなので、奥の壁沿いに木製クローゼットを置きます。で、ここが半マス空いてしまったんですけど、この半マスの部分をなじませるために木製のくずかごを置いておきます。では次は手前を飾っていきます。今のところ色のバランスを見ると、ベッドの後ろと玄関でグレーが入っているんですけど、左右の壁沿いにグレーがまだないので、グレーを取り入れてバランスをとっていきます。まずロッカーとその横に事務机を置いて、右側には学校のロッカーを置いておきます。はい、ここまででもしかしたら思った方もいるかと思うんですけど、レトロはレトロでも結構たくさんいろんなレトロがあるじゃないですか。今回取り入れるレトロはなんか昭和レトロとかそういうカラフルなレトロみたいな感じではなくて、昔のオフィスで使われてそうな家具で、さらにインテリアとしても使えるような家具を取り入れてレトロっぽさを出してみました。こんだけじゃちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、アナログテレビとかラジカセとかそういうジャンルのレトロを取り入れてます。ではこれでグレーの色のバランスが取れたので、さらに空間を埋めていきます。まずここに置いた事務机はドレッサーっぽく使おうかなと思うので、椅子を置いて壁に鏡とウォールシェルフを飾っておきます。で、さらに事務机っぽさをなるべくなくしたいので服の山を置いておきます。
で、次に右側に置いたロッカーの上にはテーブルランプを置いて明かりを足しておきます。はい、今のところ全体はこんな感じです。まだこの真ん中ら辺が寂しいので、ここを埋めていきたいんですけど、あんまり家具を置きすぎると狭くなってしまうので、ラグとクッションを置いて空間を埋めておきます。で、次は空いている壁を埋めていきます。まずチェストの上ら辺にアイアンウォーグラックを足すんですけど、植物を入れたくないので隠して配置します。で、右側の壁にはカレンダーに見立てた学習ポスターを配置しておきます。で、最後にもう少し柔らかい明かりを足したいので、フラワーシェードのスコーンスを仕込ませて、これで1部屋目は完成です。ほぼ初の北欧レイアウト、レトロなデザインの事務系家具を取り入れて自分らしく仕上げました。色の組み合わせがお気に入りです。では2部屋目を作っていきます。テーマは私といえばな感じで作っていきます。もうなんとなくいつも見てくれてる方はイメージついたかもしれないんですけど、色味が白とブラウンの落ち着いた色味で少しクラシックな感じで作っていきます。なのでまずメインの壁に大好きな白い宝具の壁を使って、アクセントウォールにグレーのシルフの壁を使います。で、床は岩山の床を使うんですけど、壁紙がお部屋で使われる壁紙だと岩山ではなくて大理石っぽく見えるかなと思います。で、玄関はコンクリート、ライトは白い光で少し暗めにしておきます。では早速間取りを決めていきます。アクセントウォールにシェルフの壁を使ったので、後ろはウォークインクローゼットを作ろうかなと思います。なのでまずは仕切り壁を置いて、仕切り壁を置いた後ろにラグを敷いて空間を分けます。で、さらに右側のシェルフの部分は隠してしまおうかなと思うので、大理石の柱を置いて隠します。はい、これで間取りは決まりました。では先にウォークインクローゼットの中を作ります。もう壁がウォークインクローゼットっぽいのでこのままでもいいんですけど、学校のロッカーを置いてさらに棚を増やします。で、入り口は手前から直接見えないようにしたいので、カーテンのパーテーションを置いておきます。で、今作ったウォークインクローゼットの中なんですけど、小物は置かずにすっきりとした印象にしたいなと思うので、収納の中にきれいにしまってある設定にしておきます。でもそうすると壁が少し寂しいので、壁の上半分は宝具の壁で窓がなくなってしまったので、ブラインドの眉デザインのチッコールステッカーを貼って窓を作ります。はい、これでウォークインクローゼットは完成しました。では次は手前側を埋めていきます。まずまだベッドを置いていないので、この仕切り壁の前にアクセントウォーグの色と合わせたラタンのベッドを置きます。で、足元には縦置きカラーボックスを置いて、その上にグレーの鏡を置きたいんですけど、グレーの鏡がないので、グレーのフレームの写真立てに鏡の眉デザインを貼って鏡として使います。はい、これでベッド周りは完成しました。次は右側の空間を埋めていきます。まずここが1マス空いているんですけど、埋めてしまってもよかったんですけど、せっかくだったらちょっとだけのスペースでも使いたいので、ラタンのクローゼットをはめておきます。で、その手前は割と広く空いているので、テーブルと椅子を置いてくつろげるスペースを作ります。まずテーブルはラタンのローテーブルを使います。で、椅子なんですけど、また可愛い家具を発見しました。はい、ちょっと見てほしいんですけど、はい、こちらです。一見もしかしたら何の家具かわからないかもしれないんですけど、この家具の名前は乗り物ロングシートです。はい、なので電車とかに使う椅子なんですけど、シートをチェックにしたりだとか無地にするとすっごい可愛いソファーになるんです。なんかクールシリーズっぽくもなるので、かなりお気に入りです。でもクールシリーズのソファーよりかは存在感があってポテッとしてる感じがすごく好みに刺さりました。どうですか？めっちゃ可愛くないですか？
乗り物シートならではの座るところの下のシルバーの箱みたいな部分がもう可愛くて、いつか使ってみたいなと思ってて、今回やっと使ってみました。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、ということで反対側にも椅子を置きたいんですけど、さっきも言った通り乗り物ロングシートはクールシリーズっぽいので、合わせてクールなチェアを置いておきます。で、お部屋の角の部分にフロアランプも置いておきます。はい、ということで全体はこんな感じになりました。めちゃくちゃ私っぽいなっていう感じかなと思います。ではここから仕上げをしていきます。ウォークインクローゼットの時にお伝えしたように、小物はほぼ置かずすっきりとした印象にしたいので、テーブルの上に主張が少なめの雑誌を置いて、壁に両面ウォールクロックとセントラルヒーティングを飾ります。で、最後に天井にウッドシェードランプを配置したら、これで2部屋目は完成です。毎度おなじみの雰囲気が作りました。今後の 6×6 レイアウト動画でもできる限り登場させようかと思ってます。そして何より乗り物ロングシートの可愛い。では3つ目のお部屋を作っていきます。テーマは雑誌に登場しそうなカルチャーに囲まれた寝室をテーマに作っていきます。これもまたあんまり今まで作ってこなかった気もするんですけど、いろんなジャンルで作っていきたいのでやってみます。まず壁床を決めていくんですけど、メインの壁は白いメタルタイルの壁にして、床は青いシンプルカーペットを使います。で、今回はアクセントウォールは使わずに作っていきます。で、玄関はコンクリート、ライトは爽やかな感じにしたいので白い光にして少し暗めにしておきます。では間取りを決めていきます。1部屋目も2部屋目も寝るところ以外の空間を作ったんですけど、今回はベッドがメインの間取りにしていきます。まず柱を角に置いて太い柱を作ります。で、太い柱の間に仕切りカウンターを置きます。で、ベッドがメインなので空間が余らないように左右の壁沿いにも仕切りカウンターを追加して、仕切りカウンターの終わりに柱も追加しておきます。はい、こんな感じでこの字にしてみました。では次はベッドを置いていくんですけど、ベッドは生活感が見えるようなベッドにしたいなと思うので、だらしないベッドを使います。で、床も壁もシンプルめのものを使っているので、特徴を出すために黄色いペルシャ絨毯を敷いておきます。はい、ということでもうベースが完成しました。ここからは飾り付けをしていきます。まず床にベッドしか置いていないので少し家具を足します。ベッドと同じく生活感が見えるようにしたいので、クッションや本をバラバラに置いていきます。はい、こんな感じになりました。これで床に置く家具は終わりです。もうだいぶテーマに沿ったお部屋になってきたかなと思います。ここからは私にしては珍しく小物をたくさん使っていきます。まずベッドの後ろのカウンターにはビデオ付きテレビと、その反対側にラジカセを置きます。なんかイメージ的に音楽とか映画とかそういうカルチャーを楽しんでる部屋みたいなイメージなので置いてみました。で、ベッドの頭の方にはまた本を置いて、その横は大きな絵皿を置いておきます。で、さらに壁もごちゃごちゃっとさせたいので、真ん中に化石のポスターと枕目タペストリーを飾っておきます。はい、どうでしょうか。正面から見るとこんな感じです。小物をたくさん使っているんですけど、色味を揃えているのでごちゃごちゃ感はあるけどまとまって見えるかなと思います。ではさらに左右のカウンターも飾っていきます。まず左のカウンターから飾っていきます。窓の前はターンテーブルを2つ置いて DJ スペースを作ります。で、一番右側には色を合わせたミミズク時計を置いておきます。で、ここの壁もごちゃっとさせたいのでモビールを配置しておきます。では次は右側のカウンターを飾っていきます。まず窓際は映画を見るためのプロジェクターとヘッドホンを置いて、その横には
また本を置いておきます。で、壁には色味が可愛かったのでアカデミーのペナントを使ってみました。はい、これで全て小物を置き終わりました。どうでしょうか。住んでいる人がどんな人なのか想像できるぐらい癖の強い部屋になってきたかなと思います。では最後に仕上げをしていきます。まず天井を飾っていきます。ちょうどコの字になっているので、そのコの字に合わせてシーリングスポットライトを配置します。で、最後に左右の手前側の壁が1マス分空いているので、他のお部屋につながってそうなドアを貼って、入り口の上に時計を飾ったら、これで3つ目のお部屋は完成です。岩のまとまりと黒色が全体を引き締めたことにより、自分好みの小物大量使いに成功しました。たまには今回のような使い方で作るのもありかもです。では最後のお部屋を作っていきます。テーマは植物を使ったホテルライクな寝室です。また植物を使うっていう最近だと自分から使うことってめったになかったので、いつも見てくれている方なら植物使うのってもしかしたらなってるかもしれないです。でも植物を使っても最近の私っぽいレイアウトにしていくので、ぜひご覧ください。はい、ということでまずは壁床を決めていきます。メインの壁はすだれの壁にして、床は茶色いレンガの床にします。で、アクセントウォールにジャングルの壁紙を使います。はい、もちろん壁で植物を使うわけじゃなくて、ちゃんと家具でも使うんですけど、ホテルライクっぽくしたかったので外の景色をジャングルにしてみました。で、玄関はコンクリート、ライトは白い光で暗めにしておきます。では間取りを決めていきます。まず今のままだとジャングルの壁が不自然なので、柱とカウンターを使って窓を作っていきます。で、このままでも窓っぽくはなったんですけど、さらに窓っぽくするためにチッコールステッカーを貼っておきます。はい、こんな感じでジャングルの壁が馴染んだかなと思います。では手前側を作っていくんですけど、3つ目のお部屋と同じくベッドがメインのお部屋にしようかなと思うので、真ん中にベッドを置いてしまいます。なんですけど、今回のベッドはずっと使ってみたかったパッチワークシリーズを使って作っていきます。いつかずっと使いたいなーって思ってて、なかなかそのタイミングがなくてやっと使えました。パッチワークの中でもこのリメイクが特に好きです。はい、ということで今はベッドではなくて椅子を置いたんですけど、ベッドだと2マスしか使えないので椅子にしました。で、もっとベッドっぽく見えるようにローテーブルを追加してベッドに見立てます。で、さらにまた発見しました。はい、広げた資料を置くとなんと膝掛けっぽくなります。どうでしょうか。足元に並べるだけでそれっぽく見えるかなと思います。ちなみに前デザインは真っ白だとまだちょっと紙っぽかったので、1部屋目と2部屋目に使ったブラインドの前デザインを貼ってシワがあるように見せてます。ではベッドの周りを飾っていきます。まず今回ほぼベッドしか使わないので、もう少し空間を埋めるために柱を追加します。で、左右のこの細いスペースにはテーマが植物を使ったお部屋なので、シェフレラとヤマドリヤシを左右に置きます。で、まだ奥が1マス空いているので、ここには照明を置きたいなと思うんですけど、今回使う照明が丸い街灯です。でもどうでしょうか。街灯ではなくてちゃんと照明っぽく見えるかなと思います。置き方によってはちゃんと街灯に見えてしまうんですけど、左右対称に置いて街灯特有の高さをなじませるように置くと街灯っぽく見えないかなと思います。なんならちょっとアートっぽい照明になっておしゃれに見えるかなと思います。では次は手前側を埋めていきます。まずベッドの足元にラグを敷いてサンダルも置いておきます。
で、角はせっかく後ろに植物と可愛い照明を置いたので隠さないように主張が控えめのガーデンテーブルとベッドと揃えたパッチワークのソファーを置いておきます。で、窓際のカウンターに小物も足したいなと思うので、ベッドの家具を使ってない分もっとベッドっぽく見えるようにクッションを足しておきます。で、反対側には寝転びながら音楽を聴くためのラジカセを置いておきます。で、せっかくなら植物を揺らしたいので、手前の壁のなるべく目立たない一番上にエアコンを設置しておきます。で、最後に天井にシーリングファンを飾ったら、これで最後のお部屋は完成です。昔は完成度を上げるために使っていた植物だけど、時を経て今では植物を生かすレイアウトができるようになりました。後見立てたり発見したり、やっぱり集まりは楽しい。いかがでしたでしょうか。今回は寝室をジャンル別に4部屋作ってみました。ずっと使ってみたかった家具とか今まで作ってこなかったジャンルをいくつか作れて楽しかったです。よければどのお部屋がお好みだったかコメントで教えてください。また島クリや動画の合間に 6×6 レイアウト動画も作りたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。はい、じゃあ。